支笏湖グランドホテル。二人の愛を演出する奥支笏湖か。一泊二食付きで3000、7000円。駐車場は200台もあると。6月8日、新館オープン。いつの時代だろう。チラシの裏の地図にはオリンピック道路とあり、1970年頃に新館がオープンしたと思われます。行く時代は今と比べると5分の1ぐらいでしょうか。釣り船の貸し出しもあって、船でアクセスもできたようです。経を調べたところ、このホテルの歴史は昭和33年に遡ります。清少と呼ばれ、あの子供敏夫と親交があった奥丹社長、萩原吉太郎が北海道不動産を設立。支笏湖に注ぐ小丹ペ川岸に建てられたが、工事費未払いの旅館を取得します。2年後、この旅館を支笏湖グランドホテル本館として開業しました。翌年、その翌年、本館をリネームしたと思われます。奥丹荘、ケビン、ホテル別館を開業します。船でアクセスする隠れ家避暑地として有名になりました。札幌オリンピックが開催された昭和47年以降、あのチラシの新館が開業され、オリンピック道路を車で走る若者はアピールします。しかし昭和58年、ホテル別館と新館を休業。平成4年、ホテル事業を廃止し、用地を返却します。一方、コタンソーとケビンは営業を継続しました。私も支笏湖グランドホテル跡地に行ってみたいと思います。丸駒温泉前の林道から奥丹を目指します。2、300メートルぐらいのところで、いきなりこんなに石が、廃道ですね、この林道。基本的にはもう使ってないんだと思います。あ、いけるんか。なんとかなるな。あの石が。俺っちも。よっ。いやいや、こうないね。まだ序の口でしょう。どうなるか。どこまで行けるのか。本当におこたまで到達できるのか。なんかあんな落石跡もあってですね。こうなんか標識があって、臨海な谷筋をまたぎつつ進む。こう笹があるところに来ましたね。ちょっと見通しが汚く、ちょっと心配なので、こんな風に鳴らしながら、見通しの、
道がですね、なんか、林道っていうか単なる山道になってきましたね。ほとんどの人はなんかおこたん崎にある巨大な、大木をですね、見に来る人が多いらしくて、まずはそこまでは無事に行けると思うんですよね。さっきから変なキツツキみたいな声が聞こえるな。ちょっと谷があってですね、結構湖が見える感じですね。風が結構涼しい風、そよ風が吹いて気持ちいいですね。はい、なんかこんな親切な水ならの巨木の標識を立ててくれた、とてもありがたい方がおられますな。だから寄っていこうと思います。これなんだとね、思うんですよね。祠みたいなのがあるはずなんで。ああ、こっちかな。ああ、これだ、これだ。これが水ならの巨木。ははは。樹齢1000年ぐらいあるらしいですね。いやー、やっと来ました。ちょっとね、桜とかも咲いてていいとこですね。ちょっとここで、時間は、林道のゲートをくぐってからですね、まあ40分ぐらい経ってますね。そしたらですね、今なんか、おこたん崎の方からですね、釣り人がお一人なんかこう、まあ上がってきたんですよね。であっち側の方に行ったんで、多分彼も、こう湖の方に降りてですね、おこたんのキャンプ場とかホテルがあった方に向かってみたいと思います。よし。まあ、ピンク色のテープがたまにあるんですけども、それを参考にして降りてきました。もう湖がすぐそこですね。よし、行ってみよう。綺麗だな。なんか、落ちてるけども。これを湖沿いに進んでいます。だいぶですね、湖岸沿いに歩いてきたんですけど、まあ、向こうあたりが、ホテルとか、キャンプ場があったところだと思うんですよね。ここのあたりもすごい水が、ものすごい透明度ですね。美しいです。で、音が全くこう、車の音が聞こえないんで、いやー、気持ちいいですわ。なんかここら辺ですね、お茶碗とかがですね、いっぱい古いですね。ファンタとかもめちゃ古い、マイって書いてあるジュースとか、昭和の時代のもんだろうが。ここはホテルとかは近いのかな。瓶が散乱してますわ。この辺りですね、やっぱり建物があったんではないかっていう、なんか石垣とかですね、あって、なんか配管みたいなものに飛び出てるんで、ここなのかな、ホテルあったのは。ちょっとこれはね、林道関係の話じゃないと思うんですよ。ほれほれ、なんかこれ、露天風呂じゃないのか。絶対そうだよね。あなんかこういうね、これは、うん、これは明らかに建物があったと思うんだ。ここにあったんでしょう、グランドホテルが多分。いいとこですね。オレンジテープもある。
ここですね、多分ね。ここになんか、綺麗なとこか、露天風呂とかあった。ほら、あれは人工のものでしょう。吉野木のホテルと言われ、船で行き来してたっていう伝説の豪華リゾートホテルが、ここにあったんだろうな。またね、ホテルの行こうと思われるものを発見しましたね。ここ、車とかは、前は通れたはずですね、あっちの方までね。ここをね、下とかね、あったんだと思いますよ。